現在はワーキングホリデーでオーストラリアに来ました。幼い頃から日本舞踊を習っているので、今日は復興支援のチャリティーということで、福島県の民謡の会津磐梯山を披露させていただきたいと思います。踊りの前に東日本大震災の時の話を少しさせていただきたいと思います。6年前のこの日、当時大学生だった私は仙台市からアルバイトに通っていた石巻まで向かおうとしていました。今までに感じたことのない激しい揺れが数分間続き、とても立っていることができませんでした。大きな地鳴りがし、地面が波打つように揺れ動いて、今にも窓ガラスが落ちてきそうな奇襲音を立てながら高いビルが揺れていました。瞬時に家族に連絡をし、メールで安否を確認しましたが、その時はまだ津波が来るなんて想像もしていませんでした。その後、津波の警報が出て、仙台市の沿岸部にもすでに第1波が押し寄せているというニュースを聞きました。宮城県はもともと大きな地震が多いので、津波といっても1メートル程度のものかと思っていました。それからは通信が混み合い、携帯で連絡を取ることができなくなりました。当時、仙台にある大学病院で働いていた姉とも合流し、病院で夜を過ごしました。幸いなことに病院の自家発電のおかげで普段通りではないにしろ明かりがある中で過ごすことができました。テレビでは大津波が襲来した様子が放送され、これは大変な事態だと分かりました。夜になり、病院の高層階から仙台市が広く眺めることができましたが、市内は信号や車の明かりが一つなく、まるで山奥にいるような真っ暗闇でとても不気味でした。ただ遠くの港の方で船から漏れた重油が燃え、大規模な火災になっている様子が見えました。真っ暗な闇が静けさを際立たせ、とても恐ろしい光景でした。新しい情報はなかなか入ってこず、被害の全容は全く分かりませんでした。深夜になってニュース速報の字幕で、私の自宅がある東松島市で200人から300人の遺体が見つかったというニュースを見ました。そのニュースを聞いてから眠ることができませんでした。翌朝になって被害が少しずつあらわになりました。次第に通信が復旧し、家族や親戚と安否が取れ始めましたが、叔父と祖母と安否が取れませんでした。仙台市の街中までは津波の被害はありませんでしたが、ほとんどの店が営業しておらず、唯一オープンしたスーパーには長蛇の列ができ、数時間並びました。1人5点のみ購入ができ、温めて食べられるご飯を買ったことを覚えています。コンビニもどこも閉店しているので、食料が手に入らず、ほとんど食事をとることができませんでした。もちろんお風呂にも入ることができませんでした。3日後、やっと叔父と連絡が取れ、仙台の姉の家に家族と親戚が集まることができました。8畳のワンルームに多い時で12人も集まったこともありました。叔父は祖母と一緒に車で避難所へ向かうため、祖母が車に乗り込むのを待っていた時に車に乗ったまま津波に襲われました。途中意識を失いましたが、波が少し引いた時に通りかかった人に助けられたそうです。波が見えた時、車に乗り込もうと玄関を出た祖母に、叔父は逃げろと叫んだそうですが、一瞬にして波に飲み込まれ、行方がわからなくなりました。避難所にも祖母の姿はなく、親戚も自宅付近を何度も探したようですが、祖母は見つかりませんでした。病院に搬送されているかもしれないと、道路が通れるようになった約1週間経った頃、病院や避難所を何か所も巡りましたが、何の手がかりも見つけることはできませんでした。捜索が続き、結局震災から約18日が経過した3月の末に祖母らしき遺体が自宅の近くで見つかったと連絡が入り、遺体安置所に向かいました。町の体育館が安置所になっており、数えきれないほどの棺が並んでいました。祖母は変わり果てた姿になっていました。ちょうど3月11日は祖母の77歳の誕生日で、その日の朝におめでとうと話したのが最後でした。さらに私は
日本舞踊の恩師をも津波で亡くしました。先生が見つかったのも随分時間が経ってからでした。お葬式ではお顔を見せていただくこともできなかったので、未だに先生が亡くなったと実感できていない部分もあります。友人や知人も大勢亡くなりました。避難所で何日も生活をした友人や、津波に流されながらも奇跡的に生還した人、目の前で人が津波に巻き込まれる様子を目にした人もいます。たくさんのものを失いました。生まれ育った故郷は元の姿には戻りません。生きる幸せをこれほど感じたことはありませんでした。命ある限り亡くなっていった人たちに恥じない生き方をしなければならないと思いました。震災の経験を人前で話すのはこれが初めてです。今まで支援されるばかりで、自分は何か役に立ちたいと思いつつも、それが実現できずにいました。震災の時の経験を伝えることで、東北の支援に貢献できたらと思いました。また、このような会を主催してくださっているプロジェクトの方々や関係者の方々に深く感謝いたします。ありがとうございます。You might have to bear with me a little bit with this one. Hello, I'm Makoyagi Sawasui. I was born in Higashimatsushima City in Miyagi Prefecture. My city was severely affected by the Great East Japan earthquake, and that is why I'm here today at this charity event. I have been learning classical Japanese dance since I was 4 years old, and today I would like to perform a traditional dance from Fukushima. Firstly, I will talk about my experience of the earthquake. 6 years ago, on this day, I was in the centre of Sendai City. Suddenly I heard a loud rumbling from the ground. Then I felt the ground shake, the most violently I've ever felt. The ground shifted like a wave and I wasn't able to keep standing. The tall high-rises around me shook and swayed with terrible sound. Although big waves often followed earthquakes, I didn't expect at the time that a big tsunami would come. I contacted my family immediately to confirm their safety. I then heard the news that the first wave of the tsunami hit, and then all lines of communication were cut. I joined my sister and we stayed at the hospital where she worked. That evening it started snowing and getting colder outside. The power went out, but fortunately the hospital had an electric generator, and within the big hospital we were able to keep out the cold. I could see the city below from inside the hospital, but there were no lights, not even cars. And the only light I could see was in the distance in the harbour. A fire had been caused by the tsunami, wrecking ships and causing an oil spill. All night we watched as the fire ran its course, with nobody to put it out, hoping that the fire would not spread. Everything was ominously still and silent. No one knew the whole picture of what had happened. At midnight I heard a news flash that a helicopter had found 200 to 300 corpses in my hometown. I was greatly shocked and worried and I couldn't sleep at all. The next morning, what had happened gradually became clear. I was able to contact my family, but my grandmother and uncle were still missing. Almost all stores were closed and we couldn't get anything to eat. The water, power and gas had been cut off. People gathered at a community centre to get fresh water for their homes. For food, I stood in a queue at the only store open in our neighbourhood. Each person was only allowed to purchase 5 items. We couldn't take a bath for 2 weeks. My family and relatives all stayed in a small flat where my sister lived. 3 days passed and my uncle finally contacted us. He then told us what had happened. My uncle, with my grandmother that day, after feeling the earthquake, he and my grandmother were trying to evacuate our home. My uncle had got in the car and was waiting for my grandmother to join him. As my grandmother reached the front door, my uncle turned to see a huge black wave, like a wall. He called out, but before either could do anything, the tsunami hit and my grandmother was taken by the sea. My uncle was also swept away. But unfortunately, the weight of the car kept him close to the shore. As the water poured in through the windows, he lost consciousness. But as the tide went out, he came to, and the voice of his neighbour then helped him to safety. We visited multiple hospitals and shelters over the following days in hopes of finding my grandmother. At the end of March, we were notified that her body was found under the rubble.
We visited the morgue to see her body. It was hard to believe that that body was hers. March 11th is her birthday. And happy birthday were the last words I said to her. I later found out that I'd also lost my dance teacher who had taught me since the age of 4. I wasn't allowed to see her face at the funeral, so it's still hard for me to believe that she has passed away. I lost close friends and many acquaintances to the tsunami. Many people were forced to live in shelters for a long time. My beautiful hometown has never been the same since. I learned many things through this incident. I'd never felt how precious it is to be alive. I swore that I would live my life to the fullest for those who were lost in the tsunami. Today is the first time for me to talk about my experience in front of a crowd. My family and I have received so much support during our time of need. I am so grateful, and I've always wanted to help, but I couldn't. It is my hope that by speaking about the tsunami today and by sharing a dance from the region, I'm able to reach out and help others gain an understanding about the Tohoku area and the tsunami of 2011. I appreciate you from the bottom of my heart for listening to my story.